皆さん、こんにちは。マリアです。今日もちょっと日本語を聞いてみませんか？今日のテーマは、日本の色に隠された意味です。皆さんは赤い鳥居を見たとき、どんな印象を受けますか？強そう、明るい、少し神秘的。では、白い着物を見たらどうでしょうか？清らか、上品、新しい始まり。でも、日本の文化の中で、白は新しい始まりだけではなく、終わりや旅立ちを連想させることもあります。同じ色なのに、どうして反対の意味を持っているのでしょうか？色はただ物の見た目を説明するためのものではありません。その国、歴史や文化、人々の願いや感情が色の中に入っていることがあります。今日は赤、白、青、藍色、紫、金色について話しながら色を自然に説明するための日本語も一緒に勉強していきましょう。難しい言葉は必要ありません。濃い、薄い、鮮やかな、落ち着いた。このような基本的な言葉だけでも見たものや感じたことをもっと自然に伝えられるようになります。まずは赤です。日本では赤は昔から強い力を持つ色だと考えられてきました。火、太陽、地、赤を見ると生命やエネルギーをイメージする人も多いと思います。また、赤は悪いものを遠ざける魔除けの色として使われることもあります。神社では赤や朱色の鳥居をよく見かけます。だるまやお守りにも赤が使われていますね。そこには悪いものから守ってほしい、元気に過ごせますようにという願いが込められることがあります。ここで色を説明する表現を見てみましょう。ただ赤い鳥居ですということもできます。でももう少し詳しく言うと鮮やかな赤い鳥居です。力強い赤です。少しオレンジがかった赤です。ということができます。鮮やかなは色がはっきりしていて明るく見えるときに使います。例えば、鮮やかな赤、鮮やかな青、鮮やかな黄色です。力強い色という表現は、色から強さやエネルギーを感じるときに使います。例えば、この赤はとても力強い印象ですということができます。次は白です。白と聞くと皆さんは何を想像しますか？清潔、純粋、雪、新しい髪。日本でも白は清らかで神聖な色とされています。伝統的な結婚式では花嫁が白むくという白い着物を着ることがあります。白むくからは
清らかや新しい人生の始まりを感じることができます。でも、日本の歴史の中で、白は死や旅立ちとも関係してきました。昔は亡くなった人に白い服を着せる習慣もありました。ただし、現代の日本のお葬式では、一般的に黒い喪服を着ます。ですから、日本では白がいつも死を意味するということではありません。色の意味は使われる場所や状態によって変わります。白い着物を説明するときは、真っ白な着物です。清らかな印象があります。とても上品に見えます。ということができます。真っ白は他の色が混ざっていないような完全な白です。反対に少しベージュがかかった白、柔らかい白、温かみのある白という言い方もできます。白にもいろいろな白があるんですね。日本では赤と白を一緒に使うことがあります。この組み合わせを紅白と言います。紅白はお祝いの場面でよく使われます。例えば、紅白まんじゅう、紅白餅、紅白幕などがあります。赤は生命の力や魔除け、白は清らかさ。この二つが合わさるとおめでたい印象になります。日本では卒業式、入学式、結婚式、お店のオープンなど特別な場面で紅白を見ることができます。皆さんも日本で赤と白を一緒に見たら、これはお祝いの意味があるのかなと考えてみてください。ただ、色を見るだけではなく、その色が使われている理由を考えると、景色が少し違って見えるかもしれません。次は青です。日本語を勉強している人は、こんな疑問を持ったことがありませんか？信号は緑色なのにどうして青信号というのでしょうか？実は昔の日本語では青という言葉が今より広い範囲の色を表していました。現在なら緑と呼ぶような色も昔は青と表現することがありました。その使い方は今の日本語にも残っています。例えば、青信号、青葉、青々とした木です。青々とした木は本当に青い木という意味ではありません。葉がたくさんあって元気で生き生きした緑の木です。例えば山の木々が青々としていますということができます。この表現を聞くと緑の葉がたくさんある美しい景色を想像できます。空や海を説明するときは、空が鮮やかな青色です。海の色がとても濃いです。少し緑がかった青です。ということができます。濃いは色が強くて暗く見えるときに使います。反対は薄いです。例えば、薄い青、濃い青
薄いピンク、濃いピンク。景色を見たときは青い空です。だけではなく、雲がなくて鮮やかな青空ですと言ってみてください。少し言葉を加えるだけで聞いている人が景色を想像しやすくなります。日本の青について話すとき、藍色も大切な色です。藍色は青よりも暗くて紺色に近い色です。植物から作った染料で布を染めることを藍染めと言います。藍染めは日本で長い歴史を持っています。昔は庶民の服や仕事着などにも広く使われていました。藍色には赤のような明るい強さはありません。でも静かで落ち着いていて深い魅力があります。藍色の服を見たときは落ち着いた色ですね。深みのある青ですね。派手ではありませんが、存在感がありますね。ということができます。深みのある色とは、ただ暗い色という意味ではありません。簡単には説明できない豊かさや魅力を感じる色です。色だけではなく、味や音楽、人の考えについても使えます。例えば、この料理は味に深みがあります。この人の話には深みがあります。ということもできます。私は鮮やかな青も好きですが、少しくすんだ青や深い藍色を見るととても落ち着きます。皆さんは明るい色と落ち着いた色ではどちらが好きですか？次は紫です。紫は昔の日本で高い身分と関係していた色です。昔は着ている服の色によってその人の位や立場がわかる時代がありました。紫色の染料を作ることは簡単ではなく、時間や手間がかかりました。そのため、紫は特別な人が使う価値の高い色とされることがありました。今でも紫には上品な、高貴な、神秘的なというイメージがあります。紫色の着物を見たときはとても上品な色ですね。深い紫で高級感がありますね。少し青みがかった紫ですね。ということができます。高級感があるは値段が本当に高いかどうかではなく、見た目から質が良さそうだと感じるときに使います。例えば、このバッグは高級感がありますね。黒と金色の組み合わせは高級感がありますね。次は金色です。日本のお寺や建物、屏風、美術品などで金色を見ることがあります。金色には光、豊かさ、華やかさ、特別な存在感があります。金色をたくさん使うととても豪華に見えます。でも使い方によっては少し派手に見えることもあります。金色のものを説明するときはとても華やかですね。光が当たるときれいに
輝きます。金色がアクセントになっています。豪華ですが派手すぎません。ということができます。華やかなは明るくて美しくて人の目を引くものに使います。例えば、華やかな着物、華やかなデザイン、華やかな雰囲気です。アクセントになっているもとても便利な表現です。例えば、黒い服に赤いバッグを合わせたとき、赤いバッグがアクセントになっています。ということができます。全体はシンプルですが、一つの色が目立って印象を変えています。最近、日本のファッションやコスメ、インテリアでは、ニュアンスカラーという言葉をよく聞きます。ニュアンスカラーは、赤、青、黄色のようにはっきりした色ではありません。少し灰色やベージュが混ざったような柔らかくて落ち着いた色です。例えば、くすみピンク、グレージュ、スモーキブルー、モカベージュなどがあります。ここで便利なのが、ほにゃららがかかったという表現です。これは少しその色が入っているという意味です。例えば、青みがかった白は少し青を感じる白です。赤みがかった茶色は少し赤を感じる茶色です。黄色がかった緑は少し黄色に近い緑です。服を買うときは、これは何色ですかと聞くだけではなく、ベージュに近い色ですか？少しピンクがかかっていますか？もっと落ち着いた色はありますか？ということができます。また、くすんだ色は少し灰色が混ざったような鮮やかすぎない色です。くすんだという言葉は、ものによってはネガティブな意味になることもあります。でも、ファッションやコスメでは落ち着いていて、おしゃれな色を表すことが多いです。例えば、くすみピンクは可愛いですが、子供っぽく見えません。この青は少しくすんでいて落ち着いた印象です。今日は日本の色に隠された意味について話しました。赤は生命の力や悪いものから守る力を感じさせる色です。白は清らかさや新しい始まりを表す一方で、歴史的には死や旅立ちとも関係してきました。青は昔の日本語では現在の緑も含むような広い意味を持っていました。藍色では静かで落ち着いた深い色です。紫は上品で高い身分を、金色は光や鮮やかさを感じさせます。でも、色の意味はいつも一つではありません。同じ色でも場所や季節、使い方によって印象が変わります。色を知ることは単語を覚えることだけではありません。その色を見た人がどんな気持ちになるのかを知ることです。皆さんの好きな色は何色ですか？私の好きな色は水色です。ぜひコメントで教えてください。では
今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。